りきった気持ちです。どうした相撲部屋での生活は僕にとって一生の宝物です。お疲れ様です。お疲れ様でした。すごい素敵な格好で。そうです。ありがとうございます。大最後、どうですか今のお気持ちは。いやもうやりきった気持ちです。これから断髪式が間もなく始まりますが、いかがですか。はい、頭が軽くなるのかどうなのかなと、持ってたものが、軽くなるのかなと、それになってみないと分かんないですけど、またみんな来ていただいて感謝します。ありがとうございます。緊張とかはありますか。ちょっと緊張してますね。初めてのことなので、最初で最後なので、すごい緊張してるぞ。ありがとうございます。ありがとうございました今場所、五月場所で引退を決めました酒井です。皆様改めて拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ではまずはじめにハサミを入れていただきますのは大嶽部屋同郷応援会会長です。唐橋会長、お願いいたします。どちらがいいか。堺とは本当いろいろと自分は堺より先輩ですけどお世話になったんで
お疲れ様ですっていう言葉を、送りました。菅井さん、自分が研修を始めてきた時から短い時間でお世話になったんですけど、本当にちゃんこ番からいろんなこと、私生活のことなどたくさんのことを優しく教えていただきありがとうございます。料理の味付けで料理には正解ないから自分のしたい味にしていけばいいんだっていうふうなことを教えてもらいました。菅井さん、長い間お疲れ様です。これからも頑張ってください。ありがとうございました。酒井さん、12年間お疲れ様でした。自分は小学校の時から大竹部屋に夏休みだったり冬休みだったりよく遊びにお邪魔してましたので、酒井さんとはもう結構長い付き合いで、自分がよく覚えてるというか思い出に残っていることがあって、ラーメンの食べ放題に一回連れてっていただいてたくさん食べたなっていう思い出とか、新3段目に上がった時にセッター酒井さんたちからいただいたりとか、最近で言うと博多帯いただいたりとか、本当にいろいろたくさんしてもらったなっていう思いがあります。あとは王鵬関の付き人もやっぱり長くついてたんで、自分が初めてついた時、不安なこともやっぱりあったんですけど、酒井さんがやっぱり付き人頭としてたくさん教えていただいたんで、いろいろ教えてもらったことを胸に精進していきたいなと思います。お疲れ様でした。そっち現役お疲れ様でした。一緒に、食事とかいたりして長い時間を過ごした中です。じゃあ森浦さんから見て新弟子として入ってきた酒井さんはどんな方でした？未経験で入ってきたんですけども、相撲とかを頑張っていられました。よく昔は取り組みとかで一緒に行ったりとかして一緒に帰ってきたりとかしてたんで、懐かしい思い出です。引退してもなんか変わらないのでよろしくお願いします。本当に長い間お疲れ様でした。相撲界離れてもきっとこのね相撲界で培ってきたものがね生かされると思うんで頑張ってください。本当にねいろいろありました。やっぱりこんだけ長くいると本当にね一番近い存在だったんで、入った年もいろいろ思うこともあったと思うんですけどね、僕に対して。それでも本当にねだいぶこらえてくれたりねしてくれたことあったと思うんで、それで解放されたと思ったらねせいせいすると思うんでねこれからは本当にねまた一人の友人としてね仲良くやってきたらいいと思いますけどね。もうねずっと一緒にやってきたのが当たり前すぎてね、これからもういないって思うと寂しいですね。酒井の分も頑張って
やっていきたいと思います。本当に長い間お疲れ様でした。入門して、7年目になるんですけど、入門してからずっと誰よりも自分のことを気にかけてくれて、いろいろ教えてくださったんで、すごく感謝しています。そして寂しいんですけど、酒井さんの分も頑張って関取になれるように、そしてテレビに出てる姿を酒井さんに届けられるように頑張りたいと思います。ほぼほぼ毎日お世話になったんで、毎日楽しい時間だったんですけど、強いて言うなら、酒井さんとディズニーランドに行ったんで、それが一番いい思い出になったかなと思います。辞めてからも、東京で何度か会うと思うんで、これからも仲良くしていきたいなと思います。酒井さん、12年間お疲れ様でした。酒井さんの分も頑張りますので見ていてください。お疲れ様でした。酒井さん、お疲れ様でした。酒井さんには自分が入った時に部屋の仕事を一つ一つ丁寧に教えてくださって、とてもありがたく思います。これから第二の人生も頑張ってください。酒井さんとは結構面白いっていうか、人柄が良くて、もうなんていうんですかね、もう話しかけやすい兄弟子でしたね。自分のその高校の話とかでいろいろ聞いてくださってて、それでちょっとした何気ない会話で盛り上がったりしてて、とても楽しかったです。現役生活お疲れ様でした。第二の人生も頑張ってください。酒井さん、12年間お疲れ様でした。僕が入門してから8年、本当にお世話になって、私生活のことだけじゃなく、相撲協会のこととかもすごいいろいろ詳しくて、右も左も分からない中入門したんですけど、酒井さんに教えてもらうことがたくさんあって、はい、本当に勉強になりました。生活でもご飯連れていただいたりとか、たくさん、本当にお世話になりました。ジンギスカンの締めにラーメンが出るんですけど、そのラーメンを酒井さんが8人前いけるとか言い出して俺もいける気はしたんですけど、酒井さん1人前ぐらいしか食べなくて結局俺多分5、6人前ぐらい食って、長一さん多分2人前ぐらいしか食ってないんじゃないかなっていう、そういう思い出はあります。昨日のことのように蘇ってきます。第二の人生も頑張ってください。酒井さん、お疲れ様でした。酒井さんは入った時からよくご飯とか連れてってくれたりして、そうですね、授業出た時とかも一緒にご飯行ったりとかして、本当にいろいろ仕事とかもやっぱしっかりできる人なので、いろいろ教えてもらったりして、でよく言ってたのは、王鵬関の付き人ついてる時にダブルヘッダーで付き人つきたいから上がったよっつって言ってくれて、結局自分上がった時はつかなかったんですけど、そう言ってくれて、
自分も頑張ろうって思えたことがあるので、今回断髪して辞めていくのはちょっと寂しいですけど、次の仕事でも一生懸命頑張ってください。お世話になりました。ありがとうございました。ご家族、関取、そして親方によるサイン入れでございます。酒井由里様。この辺りをですね、どこから聞くような感じで。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。僕が新十両から本当最近までずっと付き人ついてもらってたんで、僕は感謝しかないんで、このまま、これからも付き合い続くと思うんで、一緒に頑張っていけたらいいなと思ってます。で僕よりその相撲界の、他の人の付き人とかもついてたんで、僕より詳しかったんで、僕分かんないことはとりあえず酒井さんに聞こうっていう形で最初慣れていったんで、いなかったらうまくできてなかったんじゃないかなと思ってます。すみません皆さん、本来ならですね、今自分が大嶽部屋を継承して自分が大嶽になってますので、自分が留めばさみを、する予定なんですが、やはり入門した時からの師匠、先代大嶽親方、今の鎌谷親方に留めばさみはやっぱり入れていただきたいと思いまして、先代皆さん揃えてよろしいですか？じゃあ、自分が先代の前に先にハサミを入れさせていただきます。酒井はですね、自分が継承してから半年ですけども、約本当言わなくてもこう困った時とかパッと助けてくれたり、そういう気遣いのできる、力士だったので、本当に助けられましたし、ちょっと体調を崩してね、こう寝込んでしまう時もあったんですけど、でも、本当に助けられて、寂しい思いのが強いですけども、これでもう二度と会えなくなるわけじゃなくて、しっかり酒井のこう第二の人生っていうのを応援しつつ、これからも部屋には遊びに来てもらいたいなと。忙しくなるとは思うんですけど、たまには部屋に来て弟弟子たちの顔を見に来て、ちゃんこ番でもちょっと手伝ってくれたらと
思いますね。12年前にね、酒井が部屋に入門したんだけども、もうその時の様子もね、なんかずっと頭の中で浮かんできてね、当時はね、お母さんと一緒に部屋に来てね、で、まあいろいろ話して、まあ帰ったんだけども、まあうちの部屋に入門するかどうかってまだ半信半疑で、まあ、決まってなかったらしいんだけども、だからいろんな部屋を見て回った一つが大竹部屋だったらしくて、最終的にこの大竹部屋を選んでくれたということで、ちょっと嬉しかったんだけども、いろんな部屋もあったけども、大竹部屋がいいですと、正一がね、行って部屋に入門したっていうのがすごくありがたかったかな、そういう思い出ありますよね。彼はね、すごく、優しい、真面目、まあ、力士としてはね、その優しさが、ちょっとマイナスの部分があったんだけども、やっぱ彼の人間性っていうのは、その優しさと真面目さっていうのは、彼の一番いいところじゃないかなと思うんだよね。で、誰からも好かれるしね、怒ったところ見たことがないぐらい、本当に優しい温厚な、まあいい青年って言った方が早いのかな。正直という人間は、もうそういうところですごくこう、私も頼りにしてたところがあってね、気を利いた、よく気を利いてくれて、部屋としてもね、すごくありがたい存在だったですね。まあ彼はね、野球少年でね、よく後楽園にね、野球見に行ったって人がすごくこう、今日野球見ていいですかとかよく来てた。まあ今日も行くのって行っておいでって、まあ場所中じゃないしね、まあ稽古もした後だから、行っておいでってよくね、送り出したことがあるんだけども、野球大好きだよね。やはり寂しいっていうのが第一にありまして、でも、まあ12年よく頑張ってくれたなというのと、で、辞めた後が長いからね、この世界にいたことで、やはり、誇りに思ってね、相撲界にいてよかったなって思えるようにね、頑張ってほしいな。で、まあ彼の優しさと真面目さがね、さらに次の世界で生かされて、まあこの世界ではね、まあ3段目しか上がらなかったんだけども、次の世界ではね、もう幕内横綱大関っていうね、ところまで頑張ってほしいなと思います。この大竹部屋に入門してくれてありがとうと。で、12年間ね、本当に一生懸命、部屋のためにも働いてくれたし、すごく、力にもなってくれたからね。まあそういう意味で、まあ、何はともあれ、もう次の世界でね、本当に一生懸命頑張ってね、また、ほら、一緒にね、飲めたりすると嬉しいかなと思いますね。お食事も残っておりますが、ご歓談ください。髪洗い行ってきます。お疲れ様。幼稚園からぜひコメントを。コメントですか。はい。まあ最初正一が入門した時はコスプレかなと思ったんですよね。めっちゃ言うじゃん。しかし本当に入門していたいということで、はい、まあ有名人が一人増えたということで。いや有名人じゃないでしょ。野球から相撲に変わっても、絶対頑張ってくれると思ったんで、まあ12年間お疲れ様と言いたいです。
よく頑張りました。ありがとうございました。本当に幼稚園から一緒なんですよ。家族ぐるみっていうか、本当にいろいろ予約していただいて、感謝の気持ちいっぱいです。わざわざ来ていただいて。ありがとうございます。じゃあ、金曜の裏に酒井が髪の毛切ってますんで、はい。じゃあみんなで歌いましょう。街の光と影の中、さよならだけは寂しすぎるから愛するあなたへ贈る言葉。酒井翔一さんどうぞ。じゃあここで堺から、本日来てくださった皆様に、一言御礼の言葉をもらいたいと思います。本日はお忙しい中、大嶽部屋千秋楽祝賀会並びに私堺の断髪式にお集まりいただき誠にありがとうございます。2014年3月に大嶽部屋に入門し、12年間相撲人生を全うすることができました。入門した時がついこの前のように今は感じます。最初は慣れない日々で、慣れない団体生活で苦戦することもありました。ですが、みんなと一緒に稽古して、ちゃんこを作ったり、相撲部屋での生活は僕にとって一生の宝物です。力士としては強くなれませんでしたが、人としてすごく成長できたと思っています。これからはこの経験を生かして次のステージでも頑張っていきたいと思います。こんな僕を丈夫な体に育て、一番近くで応援してくれたお父さん、お母さん、本当に感謝でいっぱいです。そして今まで応援してくださりました皆様方にも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。最後になりますが、大嶽親方、おかみさん、熊方の親方、そして大鵬関をはじめ、力士、部屋関係者の皆さん、今まで本当にありがとうございました。これからは大嶽部屋の一ファンとして応援しています。また、僕が大好きなこてつくんのお土産の成長具合は皆様と同じように YouTube で確認させていただきます。本日は誠にありがとうございました。自分が、部屋を継承して半年になりますが、本当に気が利く力士で、パッとこう困った時に、考えて自分で動いてくれる、本当にそんな、助けてくれる力士でした。まだ自分は半年ですけど、本当に寂しいです。はい、ただこれからは引退しますが、それでも部屋にこう顔を出して、これからは、師匠と弟子ではなくて、一人の男と男としてですね、こう付き合っていけたらと思います。本日は皆さんありがとうございました。ここで、花束をね、じゃあ、酒井さんに。はい。
疲れ様です。お疲れ様でした。単発式も終え、選手力パーティーも終えた、今の気持ちいかがですか？もう非常にすがすがしい気持ちです。やりきったなと思います。いろいろ思い出あると思いますけども、大嶽部屋への気持ちとかありますか？そうですね、やっぱり自分の相撲もそうなんですけども、自分が強くなれなかったのは、それ自分の責任ですし、実力だなと思ってます。ただその部屋で長く大関の付き人させていただきまして、新十両から最近までずっと付き人させていただいたんですけども、本当に学ぶことが多くて、いろいろと勉強させていただきました。本当に感謝してます。ありがとうございました。これから新しい道というか、があると思うんですけども、なんかどういうことされるとか決まってたりするんですか？そうですね、会社員サラリーマンをして、営業の仕事に就くと思います。まだ確定ではない。また決まったらまた皆さんに報告できればなと思っています。この12年間の相撲人生はいかがでしたか？いや、幸せです。それにつきます。普通の力士として入門したらやっぱり一人の師匠で終わると思うんですけども、僕は2人の師匠を経験させていただいて、で先代にもお世話になりましたし、今の大嶽親方にも本当に男の話をさせていただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あっという間の相撲人生でした。そうですね、12年って早いんだなって、このもう勝負事をしなくていいんだなと思うと気持ちが晴れやかです。それぐらいやっぱり精神使ってたんだなって思います。断髪式では、思わず涙を流す場面もありましたけども。そうですね、やっぱり両親が来るときはちょっと耐えきれなかったですね。両親は普通に気丈に振る舞ってましたけど、やっぱりお世話になりましたし、12年間親元離れて生活してた部分もあるので、より分からないところで心配かけれない部分もありましたし、最後切ってもらうっていうのは本当にお相撲さんやっててよかったなと思います。酒井さんにとって相撲とはといったら何ですか？そうですね、一言で表せないですね。それぐらい自分の人生においてこの12年間というものは、たくさんのことがありました。一言で表せないんですけど、本当に幸せな相撲人生でした。じゃあ最後に見てくれている方、今まで応援してくれている方に対して一言コメントお願いします。大嶽部屋の酒井を応援していただきまして12年間本当にありがとうございました。これからは、力士酒井から普通の一般人酒井正一としてこれから仕事に邁進していきたいと思っています。また部屋に遊びに来ることもあると思いますので、その時はまた皆さんの元気そうな顔を見ていただければなと思っています。本当に12年間ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。